日光中禅寺湖の紅葉の名所の一つ、千手ヶ浜はなかなか素晴らしい。ただ、いろは坂を出てから中禅寺湖の反対側でちょっと遠いのと、一般自動車の乗り入れが制限されているため、赤沼から低郊外バスに乗るか、湖畔遊歩道をトレッキングで歩いて行かなければならない。ちょっと変わったところでは、サップ、カヌーやカヤックなどの水路という手もある。実際、数日前に勝負ヶ浜キャンプ場からカヤックで千手ヶ浜を往復したばかりだ。今度は陸路、自転車で千手ヶ浜を目指してみよう。赤沼から千手ヶ浜まで 9.2 キロ。そのうち、中間点の弓張峠以降は、ひたすら下りが5キロ続く。途中、西の湖に立ち寄るのもいいだろう。正面、ビジターセンター前に、低郊外バスを待つ人の列ができている。国道120号だ。ここを左折、中禅寺湖方面に向かう。落ち葉が待っている。ここで右折して林を抜けて小田代ヶ原まで行く。低郊外バスも同じコースを走っている。前後からの自動車に注意して国道を横断する。一般車両進入禁止ゲート横の狭い入り口から普通は入るのだが、今回は作業関係車両がたまたま通ってゲートが自動で開いたので、おこぼれに預かって楽勝で入っていく。ちなみに真ん中の青い車は西の湖近くでもう一度見ることになる。湯川に架かる尺投橋を渡り、この道の入り口から小田代ヶ原展望台まで3キロほどだ。今朝は氷点下だったらしい。道理で寒かったわけだ。草もみじもギリギリ終盤といった時期なのだが、霜の白色が加わって草もみじの色のグラデーションとしては一色増えてちょっとお得感がある。ここは小田代ヶ原の貴婦人と呼ばれる白樺がある。白樺、正式名称は白樺らしい。穏やかに広がる湿原の中央部に背景の唐松林を従えてたった一本だけ立つ貴婦人と呼ばれる樹齢70年の白樺との記述はよく見かける。
彼女が小田代ヶ原の貴婦人だ。個人的には密かな推し白樺はこれだ。小田代ヶ原の未来のプリンセス。小田代ヶ原を後にして弓張峠を越えるとヘアピンカーブから始まる延々と5キロにもわたる下り道だ。途中犀の湖に立ち寄るのもいいだろう。最初に見た青い車があった。赤い吊り橋のところで自転車を置いて歩くことにする。下を流れているのは柳沢川。犀の湖まで500メートル弱だ。会う人会う人、口々にこんなに水位が低い犀の湖は見たことがないと言っていた。流入してくる大きな河川がなく、降水量によって著しく貯水量が変化するようで、雪解け水と梅雨の時期は周辺の森林のところまで湖面が来ている時もあるが、秋冬は湖面の面積が半分以下、3割4割だそうだ。特に今年は少ないらしく、どう見ても2割程度だろう。干上がった湖面に昨日ついたと思われる新しい鹿の足跡が残っている。湖の底も見たところ足跡だらけだ。ネットで調べると鹿は水草も食べるらしい。湖畔南東部の岸の高さを見ると、やはり最高水位から2メートルは低いように思える。犀の湖西側と北側は砂浜だ。ほぼ無風状態で鏡のような水面に景色がよく逆さに映り込んでいる。
2023年、日光全体で6、7、8月の熊目撃回数は毎月30回。そのうち毎月20回近くが今降りてきた弓張峠から千手ヶ浜あたりに集中している。約半数から3分の2がこの地域だ。略光で分かりづらいが、おそらくマガモの群れだ。なんか喧嘩が始まった。喧嘩は伝染するのか、向こうでもいさかいが勃発。2羽とも頭の色が緑っぽいところを見ると、オス同士だろう。唐松林を抜けて中禅寺湖湖畔千手ヶ浜を目指して残りの2キロの下りを降りていく。みんな油絵ですか？あと水彩もやるし、時間によってってやる。湖畔で写生をしているグループがいた。油絵道具のコンパクトなケースは自作だという。イメージ的にね、どういうふうに使うかとかね。なるほど。木製のカヌーのパドルはカヤックのそれよりはるかにかっこいい。それってカヌーのオールですよね。あ、そうです。どっかにカヌー置いてあるんですか？カヌーのパドルは森の中で持って歩いても絵になる気がする。ベンチの背もたれに比べ、明らかに座る部分が不釣り合いに長すぎる。ひょっとして、こういう使い方なのかもしれない。紅葉と空を見上げる専用ベンチ。これが正解なのか。あるいは、気だるい昼下がりの午後のお昼寝ベンチ。
この線もある。野鳥を見て初見で種類を当てるという芸当は個人的にはできない。とりあえず撮影して持ち帰ってネットでググって調べるという基本野鳥ググリストなのである。結果、ハジロカイツブリということが分かった。カイツブリ類はカモ類と違って潜水が得意だ。潜水時間は平均15秒、最大30秒ほど潜っていられるという。一度に産む卵が4個くらい。1シーズンに1から2回繁殖する。ちょうど4羽いる彼らは兄弟かもしれない。向こうの4羽とこちらの8羽が4の倍数というのは、そういうことが関係しているのだろうか。この時期は兄弟が固まって天敵から身を守りながら渡りの体力をためる時期で、春の渡りの前になると100羽近くの群れを作ることもあるという。突然1羽が羽をばたつかせてから水面に消えた。スロー再生でもう一度。おかしい。今まで見た潜水モーションとは明らかに違う。ハジロカイツブリの群れに緊張と動揺が走る。数は8羽に戻っている。何事もなかったのか。そして今度は複数のカイツブリがパニックに襲われる。数えてみると7羽に減っている。最大潜水時間とされる30秒を過ぎても、もはや再び8羽に戻ることはなかった。何か水中生物に捕食されたのだろうか。やがて千手ヶ浜の湖畔はまるで何もなかったかのように元の静寂に包まれるのだった。鮮やかな赤と黄色に色づいた湖面に浮かぶ落ち葉とさざ波だけが水鳥の行方を知っているかに思えた。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンを押していただくと動画作成の励みになります。